うも皆さん、こんにちは、ことの葉葵です。あかねちゃんやで。この動画では、投稿者が開発しているゲームの出来上がっていく様を定期的に投稿していきます。初回は、どんなゲームを作るのかをざっくりとお話しします。今回の動画には、開発中のゲーム画面はないで、全編イメージっちゅうやつや、よろしくお願いいたします。よろしゅうな。まずは、開発しているゲームの概要から。ジャンルは 2D シューティング。舞台は、海に囲まれた大陸です。えらいざっくりしとるな。新しくセーブデータを作成する際に、大陸の地形をランダム生成するつもりなので、決まった特徴というのがないのです。みんな違うマップになるっちゅうことか。そして、大陸の上では、人類と怪物が日夜勢力争いを繰り広げています。怪物怖いな、と詰まりすとこ。それならご安心を。人々は、怪物の脅威から身を守るため、頑丈な防壁に囲まれた都市に住んでいます。壁、飢饉、疫病、地鳴らし。自由の奴隷が生まれそうな環境ですが、都市の間では交易が行われており、頻繁にではありませんが、人の行き来もあります。そこまで閉ざされてはないんやな。あれ？でも壁の外に出たら怪物に襲われるんやないん。がっつり襲われます。最悪死にます。危険なお仕事です。そんな世界で、プレイヤーは、都市間の荷物を車で運ぶドライバーとして生計を立てます。当然のごとく、危険な役目を押し付けられるプレイヤーくん。プレイヤーは、都市で車を整備し、配送依頼を受け、外で怪物と戦いながら、目的地へと荷物を運び、報酬を得ます。これが、本作の基本的な流れとなります。さっさと金貯めて、こんな危険な仕事からおさらばや。次の章から、ゲーム要素をより細かく説明していきます。一つ目の要素はメカカスタマイズです。車の各パーツを組み合わせ、自分だけの愛車を作り出せます。あれ？エンジンなくない？本作でプレイヤーが乗る車は、すべて電気自動車となります。なので、モーターが動力源、バッテリーが燃料タンクとなります。この世界にも排ガス規制の波が。車は、モーターやタイヤのような走るのに必須となる基本パーツ7つに、バンパーやウィングなど外付けのパーツ4つまでを搭載できます。うちは、トゲトゲしたスパイクを前面に貼り付けるで。最高に世紀末や。ただし、すべてのパーツには重量が設定されており、重くなればなるほど走行性能や燃費が悪化します。無駄が多いと、逆にしょっぱいマシーンになってまうんやな。しゃあない。トゲトゲは前だけで勘弁したる。また、プレイヤーが運ぶことになる荷物もパーツ扱いで搭載します。なので、荷物を乗せられるだけの余裕も確保しておきたいところです。お客様からお預かりした大切な金図。お荷物やからな、丁重に扱うで。荷物によっては、ノーダメージや時間制限など、条件付けられていることもあります。難しい分だけ報酬も高くなるので、腕に自信があればチャレンジしてみてもいいかもしれません。道を知っているところで挑戦した方がええかもな。それから、パーツの他に、護衛役であるガンナーも同乗させられます。ガンナーは、怪物が車に近づくと装備した銃で自動的に攻撃してくれます。心強いが金かかりそうやな。ところがどっこい、なんと無料です。しかも何人乗せても。ほんまか？ですが、ガンナーの銃や弾は、プレイヤーが準備しなくてはなりませんし、ガンナーが多いほど重量がかさみます。そんなうまいことはいかへんか。残念ながら、装甲、積載、火力といった能力をいかに配分するのか。いろんな組み合わせをできるようにして、プレイヤーの好みを追求できるようにしたいです。二つ目の要素は 2D シューティングです。プレイヤーは真上から見下ろした視点で、時期となる車を操作します。真上からっちゅうことは、
縦の一方向に進んでいくやつになるんか？いいえ、画面のスクロール方向は固定されておらず、プレイヤーの進みたい方向へ自由に車を走らせることができます。マップ上には様々な地形が存在し、走りやすさや障害物の量など色々異なります。険しい近道を通るもよし、走りやすい遠回りをするもよし、誰にも縛られない自由なドライブルートを構築しましょう。雪道にはスノータイヤを履くとか、カスタム面でもルート開拓ができそうやな。また、車を走らせている最中に、時折、怪物の襲撃があります。画面外で出現した怪物は、プレイヤーの車に近づき、破壊しようとしてきます。ガンナー先生、お願いします。それも良いのですが、プレイヤー自身も銃を手に戦うことができます。マウスやスティックで照準を合わせて撃つ形式です。走りながらの射撃か。当てるのが難しいで。エイムに不安がある人用に、自動照準機能の実装も考えています。ガンナーはそもそも自動で狙って撃つので、機能を流用すればいけるでしょう。引き金を引くかどうかだけ決めればいいんやな。あと、襲いかかる怪物の量や強さは、大陸の勢力図により決まります。一度足を踏み入れると、画面いっぱいに怪物の群れが、なんてことも。それもまた、ルート決めの判断材料になるんやな。三つ目の要素は、ストラテジーです。大陸の人類と怪物の勢力争いの様子が、ゲームの進行とともに変化します。さっきまで車一台が中心やったのに、急に話がでこうなったな。各陣営には、それぞれ拠点が存在します。人類側が先ほどから登場している都市で、怪物側の群れ、暫定です。拠点に近いほど属している勢力の影響が強くなります。怪物の拠点である群れに近づくと、襲いかかる怪物が強くなるとかそういうことか。勢力争いしとるってことやけど、拠点が増えたり減ったりするんか？はい。陣営全体が一定以上発展するたびに、新たな拠点が生まれます。そして、都市と群れの距離が近いと、どちらかが相手側の拠点を襲撃し、滅ぼそうとします。これらの増減によって、ゲームの進行とともに大陸の勢力図が変わっていきます。怪物の群れをすべて滅ぼすとゲームクリア。逆に、都市をすべて滅ぼされるとゲームオーバーです。めっちゃ大事な要素やん。けれど、そん中でプレイヤーは何ができるん？一ドライバーが人類勢力の意思決定をさせてもらえるんか？いいえ、プレイヤーが操作できるのは、車の改造や荷物を配送するところだけです。人類勢力の意思決定は自動で行われます。ただ、ドライバーとしての働きぶりによって、勢力争いに影響を与えることはできます。荷物を運んだ先の都市の経済発展が早まったり、群れに攻め込んで勢力を削ったりなど、完全に蚊帳の外っちゅうわけでもないんやな。影響力はどんなもんなん？やっぱ、一ドライバーやからビビたるもん。リアリティ重視で考えるならそうなのですが、本作でははっきりと変化が感じられるくらいに影響力を大きくするつもりです。今までゲームを作ってきて、プレイしたのに対して変化がないゲームは微妙と学んだので、ゲームの面白さとリアリティのバランスは難しいな。その他、確定ではないのですが、協力、対戦プレイといったオンライン要素を実装したいと考えています。しかし、投稿者はオンライン関連のシステム開発経験はなく、実装するときに勉強すればいいやと考えているありさまです。完全に見切り発車やないか。なので、完成品には存在しない可能性があることをご了承ください。守備よく実装できた場合、協力プレイでは他社の車にガンナーとして同乗し、配送の仕事を手伝う形に。対戦プレイでは、アリーナで銃撃ありのレースをする形で考えています。けれど、今言った内容も容赦なく変わる可能性があるで。以上が、これから開発するゲームの概要となります。完成したら、Steam や DL サイトなどでダウンロード販売するつもりです。個人でゲームを発売できる。映
らいになったで。また、制作が一区切りするたびに動画投稿をするほか、SNS などで日々進捗状況を発信していきます。興味を持っていただけたら、ぜひご覧ください。よろしゅうな。それでは、今回の動画はここまで。また、次回の動画でお会いしましょう。ほなな。さて、言うべきことは全部言うたな。本日のお仕事終了や。あおい、家まで頼むで。何言ってるの、お姉ちゃん。お仕事はこれからだよ。いや、やって台本が全部読み終わ。なんじゃなんや。お姉ちゃん、グローブボックスを開けてみて。うん。葵の車には、えらいごついもんが入っとるんやな。お姉ちゃん。なんでしょう。頑張って、生き残ろうね。